金門の変。御所周辺で起きたこの戦いは、京都に攻めてきた長州藩によって引き起こされました。しかし攻め込んできた長州藩は敗北、御所に向かって攻撃したため、朝敵の汚名を着せられてしまいます。こうして長州藩は征討の対象となり、窮地に立たされることになっていくのです。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は第一次長州征討と下関戦争についてお話ししていきます。この頃の長州藩は朝敵と認定され、朝廷や幕府の命令によって攻撃の対象となっていきます。これが第一次長州征討です。しかしこれだけではありません。長州藩はこれまでに攘夷を主張して外国を攻撃していましたので、その仕返しとして外国もやってくるのです。これが下関戦争です。国内と国外の両方から攻められることになった長州藩、一体どうなってしまうのでしょうか。これまでの振り返りから始めていきましょう。江戸時代末期、全国的に盛り上がりを見せる尊王攘夷運動は、長州藩が先頭を走っていました。長州藩は関門海峡を通った外国の船を砲撃、攘夷決行に踏み切ります。しかしそのような過激な行動をとっていた長州藩は、皮肉にも天皇から遠ざけられます。天皇のためと主張して攘夷を行っていたのですが、天皇によって京都から追い出されてしまったのです。さて、このようにして長州藩は京都から追い出されましたが、その前の行動が問題でした。長州藩は天皇の住まいである御所に向けて発砲していたのです。これが前回の動画でお話しした金門の変でした。この金門の変で長州藩は朝敵の烙印を押され、孔明天皇は一橋慶喜に長州藩を征伐しろという命令を出します。こうして長州藩は幕府によって征伐の対象とされるのです。今、幕府という言葉が出てきましたが、この頃の幕府は強固に団結しているわけではありません。実は大きく分けて2つに分かれています。2つというのは、江戸にいる幕府と京都にいる一階層政権のことです。一階層というのは一橋、会津、桑名の頭文字でしたね。彼らは京都にいるため、中央の情勢をしっかりと分かっていて、もはや朝廷の力は無視できないと感じています。なので一階層政権は朝廷や大名勢力とのバランスを取ろうと考えるようになっていました。対する江戸の幕府はというと、中央の情勢をしっかりとは分かっていません。政治は幕府が行うものだという考えがまだ色濃く残っていました。なので江戸の幕府からすると、一階層政権は朝廷とつながって勝手な行動をしていると見えてしまい、江戸の意向を無視されているように感じてしまいます。こうして幕府は江戸と京都ですれ違いが起こるようになっていき、足並みが揃わなくなっていきました。この江戸と京都の認識のズレが後々幕府にとっての大きな障壁となっていきます。さて、話を戻しましょう。長州藩が朝敵にされたところでしたね。朝敵にされたら何が困るかというと、政治的な活動ができなくなることです。孔明天皇は毛利義親と毛利貞弘の位階と官位を徴示、要するに大名が持っている権威を剥奪しましたし、将軍家茂は毛利家不死の偏忌を剥奪、要するに将軍が以前与えた名前を剥奪しました。これによって毛利家は大名としての資格を停止されたことになり、幕府が開いている港を使えないなど、様々な面で不都合が起きていくのです。こうしてこれ以降、長州藩は毛利家の復権を第一の目標として活動していくようになっていきます。さて、こうして長州征討の準備が進められていく中、参謀を命じられて軍の実権を握ったのが薩摩藩の西郷隆盛でした。西郷隆盛は戦いの前、長州藩を徹底的に叩いてやると考えており、攻め滅ぼすつもり満々だったのですが、その時たまたま大阪に来ていたある人物と会ったことで、その考えを大きく変えています。その人物というのが勝海舟です。勝海舟という人物は幕府で働いている役人、つまり幕臣です。彼はこの頃神戸で幕府の海軍総連所を経営していました。幕臣というとなんだか凝り固まったイメージに思えるかもしれませんが、勝海舟は異質な存在です。勝海舟の世間に対する見通しの良さは抜群で、今は外国が近づいてきている、国内で争っている場合ではない、もはや幕府には政権を担う力がないのだから、大名が連合して外国に対処した方が良いと考えていました。
この考えを聞いた西郷隆盛は驚きます。幕臣である勝海舟が幕府にいながら夕飯寄りの考えを持っていたからです。幕府の人間だから最初は叩くつもりできた。しかし勝海舟はものすごい人物だ。頭が上がらない。彼が言う通り長州藩を叩き潰しても幕府が喜ぶだけだ。寛大な条件で長州を許した方がいいのではないかと考えるようになったのです。こうして西郷隆盛は初対面にもかかわらずすっかり勝海舟の人柄に惚れ込んでしまい、戦わずして勝つという方針を目指していくのです。一方長州藩は大変なことになっていました。欧米列強の4カ国が連合を組んで下関に現れたからです。彼らの目的は長州藩への報復。いつまでも貿易を妨害してくる長州藩に武力の差を思い知らせると決意して、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国が連合を組み長州に攻めてきたのでした。その兵力は軍艦17隻、大砲288門、兵力5000名という圧倒的な兵力で、まさに無敵の大連合艦隊でした。彼らが集結したのは下関の東にある姫島。戦いの前に長州藩は会議を開いて、戦いを避けて講和をしようと考えました。しかし今更何を言ったって遅いです。外国艦隊が応じるわけがありません。こうして始まったのが下関戦争です。もはや説明する必要はないでしょう。当たり前ですが長州藩はボコボコにされます。死傷者数ではほぼ互角でしたが、火力の面では外国艦隊が圧倒的な強さを見せました。連合艦隊の大砲は最新式、4km 離れた地点から長州藩の砲台に正確に命中する性能です。対する長州藩の大砲はほとんどが旧式の青銅製カノン砲。運よく連合軍に大砲を当てることができても、連合軍の軍艦は鉄で丈夫に作られているので効きません。勝ち目はありませんでした。3日間続いたこの戦いですが、長州側は砲台すべてを破壊占領されており、長州藩の完敗に終わります。窮地に立たされた長州藩は4カ国の連合軍に降参し、講和交渉を始めていくのです。こうして始まった講和交渉ですが、長州藩の代表は高杉晋作でした。高杉晋作は羽織の下に白装束を着て、イギリスの軍艦の甲板に登場。家老であると嘘をつき、交渉の席に着きました。この時の高杉晋作は悪魔のように傲然だったと記録されており、負けたくせに超尊大というイギリス人も混乱するような態度だったようです。しかし高杉晋作はだんだんと態度が和らいでいき、欧米側の全ての要求を何の反対もなく承認。その中には莫大な賠償金300万ドルを払えという要求も入っていたのですが、高杉晋作は上位は幕府の命令である、賠償金は幕府に請求するといいと言って幕府に責任をなすりつけてしまいます。さて、こうして欧米列強からボコボコにされた長州藩ですが、ここで終わったわけではありません。西郷隆盛が指揮する中国、四国、九州23藩の大軍が待ち構えています。しかし西郷は先ほども言った通り、戦わずして勝つという方針を目指しています。なので西郷は長州藩を内部から崩壊させるため工作を行っていくのです。当時の長州藩は2つに分裂していました。俗論派と正義派です。大雑把に言うと、俗論派は絶対標準を掲げている人々、つまり幕府に対して標準の意を表して全てを犠牲にしてでも毛利家の保全を図ろうという考え方です。対する正義派は武備標準を掲げている人々、つまりそんなことをしたら幕府の思い通りだ、外に対しては標準を装いながら内部では軍備を充実し幕府の進撃に備えようという考え方です。この時優勢なのはもちろんですが俗論派。外国にボコボコにされた直後に幕府の軍勢と戦えるわけがないという考えでした。西郷はこの俗論派に接触していきます。西郷は長州藩の分家である岩国藩主に面会。総攻撃が近いと伝えるとともに、三家老の首を差し出して標準の意を示せばよいと勧めました。三家老というのは金門の変で京都に攻め込んできた長州藩のリーダーですね。前回の動画でお話しした増田上門之助、福原越後、国西信濃の3名です。結局この工作がうまくいき、三家老は斬首。正義派の指導者だった須府正之助も自害して、長州藩内部の尊王攘夷派は多くが処刑されました。わずかに生き残っていたのは高杉晋作と伊藤俊介だけ
と言ってもいいような状況でした。こうして長州藩は賊論派が台頭して幕府に降伏、休戦が決定しました。西郷隆盛は戦わずして長州藩に勝つことに成功したのです。さて、いかがだったでしょうか。尊王攘夷派の中心だった長州藩はこの事件をきっかけとして長らく掲げていた攘夷の方針を変更、幕府に従順になっていきます。しかしこの状況をひっくり返し、再び長州藩を尊王攘夷に染め上げる男がいました。高杉晋作です。27歳という短い人生で一瞬の光を放った高杉晋作は再び長州藩をひっくり返します。ということで次の動画では高杉晋作についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。